AnyCubic Mega Zero 2.0 FDM 方式 3D プリンターメンテナンス記録 BL タッチ互換センサー追加編2021年10月マザーボード交換に伴い BL タッチの組み込みにトライしましたがかなり苦戦しました。ファームウェアの設定変更がうまくいかず失敗しまくりました。センサー自体は BL タッチの換品の 3D タッチを購入しました。理由は単純で、こちらの方が価格が安かったからです。取り付けブラケットは含まれていないので、別途用意が必要ですが、シンギバースに使えそうなモデルが公開されていたので、これを利用させていただきました。クーラでスライスを行い、印刷を行いました。取り付け作業が録画失敗で撮れていなかったので、すでに装着済みの状態になっています。まだうまく動作できていないので、一度配線状態を確かめます。Z 軸を手動で上の方に移動しています。そして横倒しにします。コントローラのベースを取り外して、ケースの中の配線を確認します。BL タッチのポートに5本のケーブルがきちんと取り付けられていて、どう見ても接続間違いではないと思います。マザーボードのピン説明と 3D タッチの配線色の説明を見比べて、ケーブルの接続位置を特定しています。症状としては Z 軸リミットスイッチが効いていない感じなので、白と黒のケーブルが怪しいのですが、接続は間違っていません。ネットで調べると Z ストップに接続すれば解決するなんて情報もありましたが、せっかくBL タッチ専用のポートが用意されているのに使えないのは変です。しかもコネクタの付け替えが必要なので、できればそんな作業はしたくないというのが本音です。ということで配線は元に戻してなんとか動作するように試行錯誤していきます。ファームウェアの設定をいろいろ変えながら正しく動作するところを探します。書き換え直後にベッドレベリングに関するエラーが出ます。
Z 軸のホームを検知する段になってエラーが出ます。DL タッチの動作は有効化されていますが、Z ストップの検知ができていない状態のままです。で、いろいろ試した結果、なんとか動作するようになりました。バージョン情報です。マーリンは 2.0.9 を使用しています。Z ステッパーの自動調整は外したので、オフに変更しておきます。ホーミングを実行します。X 軸と Y 軸のリミットスイッチで XY ホームを決定した後に DL タッチが中央になるように移動して Z ホームを検出します。飛び出したプローブの先端がベッド面に触れた後、少し押し込まれることによって検出となります。2回目は少し降下速度を落として再検出しています。レベリングコマンドで現状をチェックします。四隅と中央の隙間を確認します。このコマンドはノズルを高さ0に設定するのでしょうか。隙間が全くできていません。他のポイントも同じです。このコマンドは、四隅の調整ネジで、ベッドの水平出しを行うときに使用するものです。オフセット量を変更すれば、別の場所の隙間も確認できます。次に、Z オフセットの調整ウィザードを使用してみます。まずホーミングを行った後に、ノズルを中央に移動して、現在の設定値の高さに移動します。この状態で適切な隙間量になるよう微調整を行います。まずはシックネスゲージ 0.15mm で計測しています。が、ここでノズルとベッドの温度を上げていないことに気づきました。これでは正しい調整にならないので、プレヒートを実行します。
設定温度に上昇したことを示すブザーが鳴ったので、作業を再開します。適切な隙間になるように Z 軸を上下させます。0.15mm で確認後、0.1mm に変えて軽く抵抗があるくらいにします。調整が終わったら保存を実行するのですが、なぜか警告ブザーが鳴り響いて、その後、勝手にリセットがかかりました。何かの安全機構が働いたんだと思いますが、原因不明です。再度調整を行ってみます。オフセット値が初期値に戻っています。もう一度隙間を確認しながら設定位置を変更していきます。設定位置の保存を行います。今度は無事に書き込みが成功したようです。一応各部の隙間を念のため測っておきます。基本的には水平出しができていないといい結果が得られません。オートレベルを実行します。まずはホーミングが実行されます。
その後、決められたポイントを順次計測していきます。計測ポイントは 5×5 で25箇所になり、各ポイントで高速と低速の2回ずつ計測するので、合計50回計測が行われます。計測結果は EEPROM に保存されます。DL タッチの基本動作チェックはここで行います。リピート検査はなぜかエラーが表示されて止まってしまいます。計測結果はここで確認ができます。これを見るとペットが波打っているのがわかります。特に右手前側に最高点と最低点があり、局所的に歪んでいるようです。その差は 0.165mm あります。はっきり言って目視では平らにしか見えません。この微妙な差を自動で補正してくれるので、一層目の出来がより良くなります。プレフィートを停止するかと確認メッセージが出ていますが、この後テスト印刷するのでそのままとします。ペット高さ確認用のモデルで印刷品質を確認します。
一応、ベッド全体で均一に印刷できているようです。最後に、ファームウェアの設定変更を行ったところをピックアップします。まず、標準の Z リミットスイッチは使用しないようにします。プローブスイッチ反転は無効のままで良いようです。Z ホーミングはプローブを使用する設定にします。標準の Z ストップにプローブを接続していないので、この項目は無効にします。プローブの Z 検出ピンは BC14 ですが、これはボードの設定ファイルで定義されているので、ここで設定しなくても大丈夫です。BL タッチを有効にします。プローブのオフセット量です。この値に合わせてブラケットが作ってあるようなので、特に値は変更していません。計測は2回行うように設定しています。オートベッドレベリングの方法はバイリニアを選択しています。レベリング結果のリストアを有効にしています。レベリングの前にプレヒートを実行するようにします。温度はノズル190度、ベッド60度に設定しています。オートレベルの計測は軸あたり5箇所に設定しました。また、補助分割機能を有効にしています。ベッドレベリングのサブメニューを有効にしています。Z セーフホーミングを有効に設定します。プローブの Z 検出用ピンは、このファイルですでに定義済みとなっています。拡張設定ファイルの方にも BL タッチ関連の設定箇所があります。ここでは遅延の設定のみ行いました。それ以外はコメントのままです。コンパイルを行ってファームウェアファイルを生成します。このファイルを SD カードにコピーして 3D プリンタに挿入して起動すればファームウェアが更新されます。続く。